もし太陽を 1mm にまで縮めたら宇宙はどれくらいの大きさになると思いますか？宇宙は大きい。誰もがそう言います。しかし、その真の大きさを具体的にイメージできている人はほぼいません。例えば、一番身近な天体である月でさえ地球から約38万 km も離れています。これはジャンボジェット機で向かっても約18日間もかかる距離です。一番近い天体ですらこれですから、宇宙のスケール感というのは私たちの日常をはるかに超えているんです。でももしこの宇宙のスケールを私たちが認識できるレベルにまで落とし込めるとしたらどうでしょうか？皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は太陽を 1mm にまで圧縮することで私たちが住むこの宇宙の本当の大きさを体感してみたいと思います。この動画を見れば実際の太陽系はどれくらいの大きさになるのか、夜空に輝く星々はどれくらい離れているのか、そして大本当の宇宙がどれくらいの大きさを持っているのかという疑問の答えがわかると思います。この動画を見終える頃には皆さんの宇宙に対する認識が少しだけ変わっているのかもしれません。さて、今回のお話をする上でまず知っておかないといけないのが、そもそも太陽がどれくらいの大きさを持っているかです。太陽が巨大であることは誰もが知っています。ただ実際には私たちの想像の何万倍ものスケールを持つのが太陽なんです。太陽の直径は約139万 km あります。これは地球の直径の約109倍に相当します。ただ本当に驚くべきはその体積です。 NASA の計算によると、太陽の内部には地球がなんと約130万個も入ってしまうことが分かっています。これはもし1秒に1個ずつ地球を太陽の中に入れたとしても、全てを入れ終えるのに15日間もかかる規模です。130万というのはそれくらいのスケールです。これほど巨大な星を 1mm に縮めるわけですから、さすがの宇宙も体感できるレベルには小さくなるはずです。ちなみに 1mm というのは太めのボールペンのペン先くらいの大きさですかね。では早速計算していきましょうか。まずは私たちの地球から太陽までの距離です。これは本来であれば1億5000万 km もあります。この距離はなかなかイメージできませんが、実はジャンボジェット機でもだいたい19年もかかってしまう距離感なんです。意外と遠いですよね、太陽って。でもこの縮尺ではだいたい 10.74 センチになります。これはちょうど大人の手のひらに乗るくらいの大きさですね。そして太陽から最も遠い惑星である海王星まではだいたい 3.23 メートルになります。これは一般的な軽自動車の全長とほぼ同じです。ただこれはあくまで太陽系の半径の話です。海王星は太陽を中心に公転しているので 3.23 メートルの倍である 6.46 メートルが太陽系の大きさになります。そしてこれはマンションの2階部分くらいの大きさです。太陽系全体がわずか6メートル。いい感じのスタートが切れましたね。ただ話はここでは終わりません。実は海王星は太陽系の端ではないんです。太陽の重力が及ぶ最も外側の領域にはオールトの雲と呼ばれる無数の氷の天体が球状に広がっている領域があると考えられています。このオールトの雲の外縁まで含めた太陽系の本当の直径はこの縮尺でもなんと 10.7km にもなるんです。さっきまで身近な範囲に収まっていた太陽系が急に 10km 先まで広がってしまいました。ただ逆説的に言えばわずか 1mm の太陽というのははるか 10km 近くにまで重力の影響を与えられているということにもなります。太陽やばすぎですね。ではここから太陽系の外側に行ってみましょうか。まず太陽に最も近い隣の恒星であるプロクシマ・ケンタウリまでの距離です。プロクシマ・ケンタウリまでの実際の距離は約 4.25 光年あります。光年というのは光の速さで1年かかる距離のことで、キロメートルに直すと約9兆5000億キロメートルになります。なので太陽からプロクシマ・ケンタウリまではキロメートルだと約40兆キロメートルにもなるんです。とんでもないですよね。では 1mm の縮尺ではどうなるのか。その答えは 28.85km です。これは東京駅から横浜駅くらいまでの距離ですね。たった一つ隣の恒星に行くだけで 30km 近くも離れてしまうのは意外ですよね。ではここからは皆さんが夜空で見たことのある星々がこの縮尺ではどれくらい離れているのかを一気に見ていきましょうか。まず夜空で最も明るい恒星であるシリウスまではだいたい 58km、 七夕で有名な彦星として知られるアルタイルまではだいたい110
814km、織姫星のベガまではだいたい 170km になります。続いてさらに離れた星座についても見ていきましょうか。北斗七星を構成する星々はだいたい530から 840km の範囲に散らばっています。オリオン座のベテルギウスまではだいたい 4755km、青白いリゲルまではだいたい 5842km になります。こんな感じで夜空で隣り合っている星々というのは実は意外と遠くにいるんです。ただ興味深いのはこの途方もない距離の間にあるのはほぼ何もない空間なんです。1mm の太陽が一つ、そして数十キロメートルから数千キロメートル先にまた 1mm の太陽がポツンと一つある。これが宇宙の本当の姿なんです。ではさらにスケールを上げて私たちの太陽系が属する天の川銀河を見ていきましょうか。天の川銀河の直径は約10万光年で、この中にはおよそ1000億から4000億個の恒星がひしめいています。ではこの縮尺で計算をすると一体どうなるのか。その答えはだいたい68万 km になります。さっきまで数千 km 規模だった話が一気に68万 km になってしまいました。これは地球17周分であり、地球から月までの距離の約 1.8 倍に相当します。つまり月を往復するくらいの距離を進まないと天の川銀河の端にはたどり着けないんです。ただ恐ろしいことに私たちの天の川銀河も宇宙に無数に存在する銀河の一つでしかないんです。天の川銀河の隣にある銀河大マゼラン雲までの実際の距離はなんと16万光年もありますが、 1mm の縮尺ではだいたい109万 km になるんです。さらに隣の巨大な銀河アンドロメダ銀河も実際には250万光年先に浮かんでいますが、この縮尺ではだいたい1725万 km というスケール感になります。これは月まで22回行ってようやくたどり着けるくらいの距離です。数字だけ聞くととんでもない距離感ですが、一応まだ地球から別の天体に到達できていないくらいの距離感なんでいい感じです。やはり太陽を 1mm にするといかに宇宙といえどかなりスケールダウンするみたいですね。なのでさらにスケール感を上げていきましょうか。実は天の川銀河やアンドロメダ銀河というのは銀河の集まりである極部銀河群に属しているんです。この極部銀河群は実際には1000万光年くらいはあると考えられているのですが、 1mm の縮尺ではなんと6793万 km にもなるんです。これは地球から水星くらいまでの距離感です。あとまだ2回もスケールアップを残しているのでちょっと危なくなってきましたが、まだ太陽系内に収まっているので大丈夫そうですね。なのでさらにスケールを上げていきましょう。これは銀河もまたさらに巨大な構造の一部に過ぎないからです。私たちの天の川銀河が所属するラニアケア超銀河団はおよそ10万個の銀河が集まった巨大構造をしています。約5億2000万光年の広がりを持つこの構造ですが、この縮尺ではだいたい 35.3 億 km になります。これは天王星と海王星軌道の間くらいのスケールです。急に大きくなりましたが、まだ太陽系内なのでなんとか宇宙小さい説は生きていますね。ではいよいよ最後のスケールアップである観測可能な宇宙の直径です。実際には約930億光年もありますが、この縮尺では一体どうなるのか。その答えは6318億 km です。これはオールドの雲の内縁部をさらに超えた場所になります。一気に大きくなりましたよね。さっきのラニアケア超銀河団の約180倍もの大きさです。人類が1977年に打ち上げたボイジャー1号という探査機は48年間も飛び続けて現在247億 km の地点にいます。その速度は秒速約 17km、 時速にして約6万 km という猛烈なスピードです。それでも6318億 km に到達するにはここからさらに1000年近くもかかるんです。これが宇宙スケールです。いかがでしたでしょうか。本日はもし太陽が 1mm ならこの宇宙がどれくらいの大きさになるのかを見てきました。結果として太陽を 1mm に縮めてもなお観測可能な宇宙は6318億 km、 人類最速の探査機でも1000年以上かかる大きさであることが分かりました。なのでこれは言い換えるなら、そんな広大な空間の中に浮かんでいるわずか 1mm の存在、それが私たちの太陽なんです。恐ろしい広さですよね。ただ話はこれでは終わらないんです。今回計算したのはあくまで私たちが観測できる宇宙の大きさに過ぎないからです。いくつかあるインフレーション理論の推定の一つによると、本当の宇宙の大きさは
この観測可能な宇宙のさらに10の26乗倍、つまり1の後に0が26個並ぶ倍率で広がっている可能性があるとされています。そしてこれを計算すると、この宇宙の本当の大きさは太陽を 1mm に縮めてもなお10の25乗光年もあることになるんです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここからはおまけです。おまけついでに一つ皆さんにお知らせがあります。今後もっと動画の更新頻度を上げたいなと思っておりまして、そのために宇宙に関する価値ある情報を届けられるように、ロマンニュースというシリーズを始めていこうかなと思っています。物理学の新発見や、ロマンのあるニュース、衝撃の事実なんかを取り上げていく予定です。毎週日曜日にお届けできるように準備を進めていますので、詳細はコミュニティでお知らせしますね。ということで、お疲れ様でした。